皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらですね、Z8、Z の8番のお話をしていこうかと思うんですけども、なんか急にね、メモリーカードプレゼントするよっていうキャンペーンがニコンさんから始まりまして、キャッシュバックが、確かに終了した時期ではあるんです。この動画を収録しているタイミングでは。なので、いわゆる定価に戻ったので、買い時は次のキャッシュバックかなって思ってたところに、メモリーカード、特に CF エクスプレスタイプ B の B2 Pro っていうかなり高速な書き込みのね、メモリーカードなので、そこそこ値段するんですよ、そのメモリーカードもね。なので、それがつくのであれば、キャッシュバックほどではないけど、ちょっとお買い得、定価でそのまま何もプレゼントなく購入するよりかは、ちょっとお得かなっていうキャンペーンが始まってますので、Z8 のそのキャンペーンの内容であったりとか、私自身がZ8 をね、継続して推し続ける理由、なんでかっていうと、これ2年経ってるんですよ。早ない？ Z8 ってもう登場して約2年経つのっていう驚きですよね。なのでこの2年経つ、カメラ、後継機が正直気になりますやん。だってキャッシュバック対象になって、反則キャンペーンでメモリーカードつけてくるんでしょ。もうこれはニコンさん売り切りたいんかなとか、在庫をはけさせたいんかなっていうね、感覚になりますやん、私らユーザーとしてはね。でもそれだったとしても、このカメラもし後継機が出たとしても、すぐに乗り換える方はね、それを下取りに出せばいいし、長期的に使える方は2型が出たとしても Z8 ってすごくね、使い勝手のいいカメラなので、長期的に使い続けれるよっていうところで、買い時なんじゃないのかなっていうところで、そのキャンペーンの内容と Z8 ね、私自身が使い続ける理由みたいなものを軽くお話ししていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めましてジマでございます。画面切り替えておりますね。ニコン Z8 メモリーカードプレゼントキャンペーンが始まったよと、まだまだ使えるカメラだからおすすめするねという内容でございます。2025年5月30日よりですね、10ヶ月間、結構長期のキャンペーン、1年弱ぐらいかな、長期の期間で開催される Z8 のCF エクスプレスメモリーカードプレゼントキャンペーンというものが発表されました。5月30日以降、25年のね、この日付は注意してくださいね。この動画収録はまだ27日とかなので、ちょっと早めに撮っているので、その点ご留意くださいね。で、内容として、今回の動画、1つ目、結論。2つ目、メモリーカードプレゼントキャンペーンって何？ 3 つ目、次回キャッシュバックへの影響がちょっと気になっちゃうな。4つ目、Z8 という私の撮影を支えてくれるカメラ。5つ目、Z8 は買い時なのかみたいな話をしていきます。まず結論ですね。何の結論かなんですけど、Z8 がこの反則キャンペーン、ニコンさんが Z8 売りたいんだろうなってことじゃないですか。Z8 売りたいですねんっていう。でも別に売れてないカメラではないんですよ。どっちかっていうとニコンの中でもゴリゴリに売れているカメラなので、売れている言い方を変えると、他社メーカー利用の方が Z8 ならっていうので選ばれやすいカメラかな。ちょっといけずな言い方しますけど、現実そうなってます。なので、発売が2023年5月26、ざっくり2年ぐらい前ですよね。約2年前だって Z9 が出て8が出て、このカメラね、今回の8が出て、でその次何出ました？ F が出ましたよ。 ZF が出て、で63が出ての52が出ての52かっていう順番で Xpeed 7世代目がね展開されているので、2年経つかっていうところもあるんですけど、私自身発売直後にゲットしました。発売日の初期ロットはゲットできなくて、すっごい人気やったからね、お取り寄せだったんで、ただ数日かな、1週間経ってるか経ってないかぐらいで結構早めにゲットできたんですよ。初期ロット逃してはいたけども、ただ発売直後よりずっと使い倒している、2年経っても今でも一番使っているカメラになってます。一番検証用に使ってるカメラって言った方がいいかな。いろんなレンズとか撮影のアクセサリーとかで、Z8 を使って実際の撮影に持ち込んで、こういう風に思ったよっていう説明する時に使っているのが Z8 になってたりもします。なのでかなり Z8 ヘビーユーザー、勝手に広告大使みたいな感じでいろいろ話しているんですけども、Z8 まだまだ使えるカメラですし、買い時でも
あります。で、当チャンネルね、ご視聴いただいている方は Z8 をね、利用されている方も多いというふうに思っております。で、今回、メモリーカードね、CF エクスプレスタイプ B がプレゼントされるキャンペーンが開催されるよというところもありまして、そもそも Z8 というカメラは価格さえ受け入れれば、いわゆる60万弱するんですよ。登場した時はね、結構言われましたね。Z9 ですね、フラグシップ機がまだ価格改定前で63万円ぐらいで実売で出たところに Z8 番1個下でフラグシップでもないのに60万弱すんの。価格差ちょっとやったらフラグシップ買うわっていうのでみんながフラグシップ買ったんですよ。Z9 ね。Z9。で、その後価格改定入って、Z9 が80万弱ぐらいかなっていうところになって、Z8 はどっちかっていうと当時の110円時代の為替からちょっとね、130円とかの円安に働いてた。当時130円でも円安言ってニュースで騒いでました。今はもう145円だろうが150円だろうがみんな興味なくなってるっていうね、もう恐ろしい世界線に来ているんですけど、当時は110円ぐらいだったんで、130円に前後ぐらいのレートで計算されてる Z8 はなかなか値段だったんですよ。フラグシップでもないけど60万。昔60万よだフラグシップ平気で買えてましたからね。っていうところの、インフレ、価格高騰、ね、怖いところがあります。私たちの日本円がどんどん目減りしていくっていうところをね、痛感している日々ではあるんですけども、Z8 というカメラ、60万円弱という価格さえ受け入れることができれば、ものすごくいいカメラです。でもっと言うと60万円以上の価値が十分にあるカメラだと私は実感しております。ほんまに買ってよかったなーって思うカメラでございますね。で、ちょっと意地悪なね、極端な言い方をすると、他社のカメラを含めてだいたい今のカメラって60万円前後ぐらい、キヤノンもソニーも富士フイルムも、どこもそうですけど、他社を含めて60万円ぐらいは出さないとしっかりと今のね時代のカメラの、最先端というか充実した、撮影体験というものが楽しめなくなっている世界だなって私は思ってます。ちょっと意地悪な言い方やけどね、いや60万出さな楽しまれへんってカメラってどういう世界なんていうところがあるんですけど、多分 Z8 とか Z9 ご購入されて保有されている方からすると言いたいこと伝わってくれると信じています。やっぱ60万のカメラの壁っていうのかな、そういうのをすごく感じるようになってます。で Z8 ですね、Z8 とか9のクラスですね、使うとですね、感覚的になんかカメラの世代ギャップ、なんか 1,2 年未来のカメラのような感じがするんですよね。本当に撮れ高とか撮影に対する高揚感っていうの、うわ、なんやこのカメラ、ずっこいずっこい、すげえやばない、半端ないわ、こんなもん誰だって撮れてしまうや、うわーっていうのが楽しめるのが、Z8、Z9 かなっていうふうに思うところがあるんですね。Z8 ね、物ごっついいですよ。プレーナとねよく組み合わせてたりもしますけど、ニュアンスの要素がちょっと強いんですけど、ただ単純に撮れるだけのカメラと撮れる上で安定して撮れるカメラで、3つ目もう1個もうちょっと進んでいくと、安定しつつ快適にサクサク撮れて楽しいねって思えるカメラで、もっと言うと8とか9になってくると何も考えんともなんかカメラに全部任せてしっかり撮りきれるカメラ、なんかねこういう順番があるかなって、つまり価格別でやっぱりグレードっていうものはあるなっていうのは強く感じてます。なので分かりやすくやっぱニコンのカメラってね価格と直結しているなって日々実感します。その中でも Z52 万円ぐらいの実売でかなり頑張ってるよね。で63が次43万円ぐらいかなの価格帯であって、72はちょっとね73かっこ仮がいつ出てくるかにはなりますけど、高画素機の567、そこに8番、今回のね主人公ですけど8番というカメラがあって9番フラグシップがある。価格とこのナンバリングすごくニコンさん分かりやすいようにしてくれているなって改めてね、この番号順の凄さっていうのはすごく感じるところがあります。でこのメモリーカードのプレゼントキャンペーンって何なんて話なんですけど、いろいろ見てるとですね、キャッシュバックの仕組みかなでお金が返ってくるんじゃなくてメモリーカードで返しますっていう
感じなのかなっていうふうに思いました。キャッシュバックじゃないメモリーカードプレゼントキャンペーン期間中に Z8 を購入した方がキャンペーンの応募受付期間内に指定の手順にて応募すると、ちょっとね容量ほんま最小限ですけど 165GB の CF エクスプレスのタイプ B のメモリーカードがプレゼントされるよというものになっていました。なので Z8 ね、対象期間に購入するとこれ3900のメガバイトパーセックなので、4.0 規格、かなりいいメモリーカードです。B2 Pro なんでね、今カメラ多くはその 2.0 規格で十分なところがあるんですけど、今後の未来を見据えていくとメモリーカードも CF エクスプレスタイプ B も 4.0 規格っていうのがどんどんねメモリーカードメーカーさんが先行して出してくれているので B2 Pro、すごくいいメモリー、書き込み速度も読み込み速度もかなり速い。もうどっちかっていうとカメラ以上にメモリーカードの方が1ランク1世代進化してるメモリーカードになりますので、すごくねいいものがついてるなという印象があります。で、内容としては Z52 の時にね、私もサンディスクのメモリーカード SD カードかなプレゼントでもらったんですけど、数量限定で開催された SD カードキャンペーン Z52 とは違って、あれはねもう買った時に入ってたんですよ、カメラの中に。でも Z8 は途中から始まるキャンペーンになるので、対象期間に購入して申請した人に向けて25年の夏7月頃からニコンさんから申請してくれた人にメモリーカードが順次発送されるという形になるというところです。で、気になったんはニコンダイレクト限定なのかどうなのかですよね。私自身すごくよくある質問のページもしっかりね拝見させていただいて、いろいろ書いてはいます。なので皆さんね、もし Z8 購入されてメモリーカードキャンペーン申し込まれる方はよくある質問もしっかりね一読しとっていただきたいんですけども、ピックアップすると、まずこのキャンペーンは個人事業主のみが対象で、法人は対象外です。なので合同会社とか有限会社とか株式会社で、領収書切ろうと思ったらちょっと怪しいというか、多分受けれへんのちゃうかな。あくまで個人事業主、個人名で、申し込んでいただくのがいいんじゃないのかなと。で、もう一つニコンイメージング会員として Z8、Z8 の製品登録がね必要になりますので、シリアルね入れてもらうよっていうところと、メモリーカードの保証書かな。これはネクストレージのホームページ側からダウンロードしてねっていう形に、なっているというところがあるので、ちょっとここだけイレギュラーというか、あんま普段慣れへん作業かなと思います。でももらえるんやったらねいいかなと。一番大事で、私自身ニコンさんにちょっと確認を問い合わせをさせていただきました。よくある質問でね、いつもの流れ的には、大丈夫だとは思うんですけど、もしこの YouTube で取り上げるときに誤解を招いてしまうとよろしくないので、ニコンダイレクト以外で Z8 買ってももらえますって聞いたら OK って返事いただきました。よかったですね。なのでニコンダイレクトで購入される方はもちろん、マップカメラさんとかね、北村さんとか、あとどこヨドバシさんとかね、ビッグカメラさんとかいろいろありますやん。新品でちゃんと購入する分には該当する期間の5月30日以降やったかな、やったら対象になりますよ。ちゃんとお店さんの販売店のね日付とか名前とか入れとってもらってくださいね。で、心配な方はニコンダイレクトで買うと絶対ニコンダイレクトはポンと押してくれてるので、心配な方はニコンダイレクトで買うのが一番ええかなって思います。ので申し込みができるよというところになります。で、次回キャッシュバックへの影響が気になるよねという話に持っていく前に、しっかりとキャンペーン内容をね把握しておこうかと思うんですけど、お伝えした内容大体合ってます。 Z8 でね CF エクスプレスのメモリーカード 165GB がプレゼントされるよと。で、5月30から来年の3月、これ来年の3月31って区切られてるのなんか意味あるんかな。あんまり考えん方がええんかな。多分やけど CP プラスとかなんか時期的にね
でタイミング的になんかキャッシュバックとかも定期的に開催されてはるし、なんかこの辺りで新しいカメラ出んのかな、どんなんやろ、分かれまへんよ。私はあくまでこの3月31ってなんなんやろってちょっと思っちゃったぐらいです。まあ Z8-2 が出るにはちょっと早い気がするけどね、なんとも言えんけどねっていうところがあったりします。まあ言い方を変えると、ここから10ヶ月ぐらいはまあニコンさん Z8 メモリーカードくっつけてゴリゴリ打っていきたいっていう考えがあるのは確実。ここだけはね、間違いないなって思いますので、この日付ちょっと私の中でも気になってはいます。皆さんどう思います？あんま大きい声で言わん方がいいかもしれんけど気になるからね。いや、3月31で区切ってんのはたまたまや思いますでとか、いや、なんか新しい製品出すんちゃうとか、 CP プラスに向けてなんか新しいことするからこの日付で区切ってんちゃいますかみたいなね、いろいろ書いてもらえると私もニコニコしながらいいねマーク押しに行きます。で、ご購入の期間ですね、5月30から3月31が対象ですよと。で、キャンペーンの応募はそこからまあちょっとね余裕持たせるので、4月24日の当日消印まで有効ですよと。で、ご応募には当社指定の応募用紙ダウンロードして使ってね。で、プレゼントの発送方法は7月以降に順次送るよっていう話になってます。で、ニコンダイレクトというか、まあニコンイメージング会員かで製品登録してもらえると1年保証伸びて2年間の保証になるので、ぜひ登録してねっていう案内ですね。1年保証プラス1年保証、これ無償でしてくれます。なのでまあ今回の、メモリカードのキャンペーン申し込む方はもう自然と、まあ、同時にこのキャンペーンが受けれるよという形になってますね。で、ポイントは応募方法、まあ応募方法も大体ね皆さん把握されてるかなと思います。 Z8 をこの期間に買ってくれたやつにキャンペーンメモリーカードくっつけるよ。で、この応募期間の申し込み書を送る期間はちょっと余裕があるよっていうね、4月24日までだよと。で、応募の流れとしてはZ8 の製品をまあニコンイメージング会に登録して応募用紙ダウンロードして、で必要書類アンケートとかね、でニコンイメージング会に登録すると大体ね住所とか名前はそのまま転記してくれるので、まあ大体合ってると思います。で、いろいろ答えてもらって、なんか3、4枚ぐらいかな、いつもキャッシュバックの時の流れ的に言うと。で、専門用紙折り折りして封筒を作って、で糊で貼っつけてね、で送って、でメモリーカードが返ってくるよという形になっておりますね。で、応募用紙こういった形でレシート領収と納品書いずれかのコピーでいいです。これコピーでね送ってもらえたらいいかなと。で、もう一つ保証書のコピー、これもコピーでいいよという形なので、まあコピー取ってもらって、納品書とか保証書のコピー取ってもらって、送ってもらうといいよと。で、専門用紙ですね、書いてもらっていろいろね入力してチェックして、この封筒図画工作で作ってもうて、プリンターでねハサミで切って糊付けっていうところがあるので、で切って貼って送ると。で、この時に個人的には特定記録つけてほしいかなって思います。なんかね、だいたい今郵便なんぼすんの80円の時代はもう終わった。今100円ぐらいすんの80円100円ぐらいの郵便の切手代に150円か200円ぐらいで特定記録の番号をつけてくれるんですよ。問い合わせ番号で、これをつけてることによって、まあ、どの郵便局経過したっていうのが分かるようなねものになってます。で、まあ、単純な定型外になるので、それをつけてないといつ到着してるかどこで紛失されてるかが追いかけきれないんですよ。郵便局さんを疑ってるわけではないんですが、2万円分のチケットやと思ってください。この新キャンペーン申し込み書ってね、メモリーカードをもらえる。なので200円ぐらいの保険はかけてる方がとちゃうかなというところでございます。私はいつもキャッシュバックの時は200円出して、で郵便局送り先ここね、札幌の西郵便局の支所箱39番っていうところ、これまあいつも一緒かな。でメモリーカード受け取るよっていう流れになります。今回はまあキャッシュバックではないので Z8 を買った時の箱段ボール直接カッターで切り落とすっていうやつがねないので、まあ楽かなとは思います。いつもあれが体操やったりするんでね。
で Q&A のところなんですけど、これもね先ほどお伝えしましたけど、会社名で領収書書いてもらいました。応募できますか？いやできへんと、会社ちゃうでっていうところで、個人やで今回のキャンペーンはっていうところになりますので、個人のお客様が対象です。2つ目は個人事業主とキャンペーン今日対象品を購入しました。応募できますか？はいできます。個人事業主と法人登記しているかどうかの違いっていうところは学校ではあんま教えてくれへんけど、このあたりはね、個人事業主、言い方曖昧フリーランスっていうね言い方があったりしますけど、法人として申請するか個人として申請するかの違いです。合同会社、有限会社、株式会社とか合資会社とかいっぱいある中の法人としての申し込みなのか個人としての申し込みなのかっていうので分けてはると思いますので、一個人として申し込んでもらえたらメモリーカードもらえるという形ですね。でレシート長いですよとか、レシートありませんとか、ニコン保証書店舗名日付がありませんとかあるんですけど、ニコンダイレクトで買っとってもらえるとこの点の不安は全部解消されます。でニコンの保証書とは何ですかっていうと、ニコンの中に入ってます。これ入ってなかったらやばいです。その Z8 入ってないのっていうそれほんまに新品っていうところが怪しくなったりするので、ちょっと確認してくださいね。で Z8 複数購入しました。これね面白い。2代目までやけど3代目以降は無効なので、言い方あれやけど1人の名前で2代目までってことなんかなと思うから、3代目4代目申し込むときはこんなんやったらニコンさんにそんなこと言うとあかんやろって言われるかもしれないけど、家族の名前で申し込んだりとかご友人のね名前で申し込むのあり、いやあかんいややめときましょう、やめとこう、こういうの言うとあかんやめとこう2代までですよというところでございますね。でキャンペーンオフィスにはいつまで問い合わせできますかであったりとか、対象製品ご購入の期限前に製品を注文しましたが受け取れますかと、いや受け取られへんよというところですね。あとは、ニコンイメージング会員の登録がウェブ環境がないのでできません。パソコン内スマホ持ってないという方はね、キャンペーンオフィスまで言ってもらって、番号かなんか言うたら向こうが入れてくれはんのかなっていうところですね。で、文字化けしてますとかやったらキャンペーンオフィスに言ってもらえると、送ってもらえるか、何かしらの対応してくれるんちゃうかなっていうところです。そのあたりね、いろいろご確認いただくといいかなというところですね。次は次回のキャッシュバックがちょっと気になるよねという話なんですけども、この当該キャンペーン、ウェブページでは注釈に画面はイメージですという形でね、B2 Pro かな、ネクストレージさんの 165GB だったんですけど、在庫切れになったりとか、もしネクストレージさんの B2 Pro がめちゃくちゃ価格高騰したりすると、ニコンさんもこのキャンペーン実施するの難しくなってくると思いますので、注釈を入れるのは理解ができますよねと。ただ気になったのは、この反則キャンペーン、メモリーカードのプレゼントっていうのが次回のキャッシュバックに何か影響するんかなっていうのが正直気になってるんですね。CF エクスプレスタイプ B の B2 Pro の 165GB って Amazon でだいたい2万円ぐらいなんですよ。今ねチェックしてみると。でニコンダイレクト価格で59万9500円の Z8 に対して会員ログインすると 59,950 ポイント。つまりは 10% オフ言うとあれやけど、1割ぐらいのね、10% ぐらいのポイントが返ってくるんです。現金じゃないですよ。ポイント。次回のニコンダイレクトで購入するときに使える。ポイントが返ってくるというか、もらえます。付与されます。なので考え方次第なんですけど、次回のニコンダイレクトで買い物で6万円、レンズ買うときに値引けるなーっていうふうに考えると、約2万円相当のメモリーカードもくっついてくるんで、6万弱と約2万円で、今 Z8 をニコンダイレクトで買うと、8万オフぐらいかな。なので60万弱やけど、実際52万ぐらいで買えるんやったら、お買い得ちゃうかなっていう考え方ですね。なのでそれでも買い物として50万円ってかなりね、高い買い物、高額になります。ただ私自身は2年前に購入して Z8 をゴリゴリ使い倒してね、めちゃくちゃ写真撮ってきているので、もう十分元は取れてるなというふうに思いますので、今であれば Z8 を50万ちょいぐらいで買えるんやったら、60万ぐらいで購入してきてるこっちの身からすると、いつ買ってもお買い得なんちゃうんっていう感じではありますね。
ちなみに前回のキャッシュバックは Z8 が5万円ぐらいキャッシュバックやったんですよ。結構でかいでしょ。で毎回この5万円のキャッシュバックが Z8 あれば6万ぐらいかのポイントと5万円のキャッシュバックで実質50万円下回るぐらいの11万ぐらいのオフやったらね、かなり50万弱ぐらいで買えてた。で今後も Z8 が50万弱ぐらいで買えるのか、もしくはこのメモリーカードキャンペーンが始まってることによってキャッシュバックを調整で3万円にするとかね。でメモリーカードとキャッシュバック3万で合計5万だよねみたいなやり方をニコンさんが取ってくるのか、もう一つ Z8 をもっと売りたいから、もちろんキャッシュバックは今まで通り5万円でやらせていただきます、プラスメモリーカードもつけますよっていうやり方で来るか。なので6万円ポイント、5万円キャッシュバック、2万円のメモリーカードプレゼントみたいな感じで Z8 の在庫をとにかくはけさせたいのかっていうね。そういったところは今後キャッシュバック次いつなるか分からへんけど、サマーなのかオータムなのかウィンターなのか、そのあたりのキャッシュバックのタイミングで Z8 のキャッシュバック額っていうのをちょっとチェックしておきたいなっていうふうに思いますね。で Z8 という私の撮影を支えるカメラっていうところなんですけども、当チャンネルの中でも一番出番多いです。私が一番使ってるカメラやからね。なので今更細かく語ると情報量溢れちゃうし、Z8 のメモリーカードプレゼントキャンペーンの話が薄れてしまうので、あんまり重ねないようにはしているんですけども、いろいろね Z8 一番初めのね実機解説とか設定メニュー全解説とかね、50の 1.4 の時にも使ってるし、28400の価格 .com さんのレビューキックオフでも使ってるし、90のねタム Q でも使ってるし、28135でも使ってるし、オータスの ML の 1.4 の50、コシナさんのねレンズであったりとか、フォクトレンダーのねレンズであったりとか、そういったところ、あとはZ8 の撮影効率化するアイテムとかね、いろんな Z8 を基準に私の撮影っていうものが組み上げられているっていうところはいろいろ過去の動画記事でいろいろお伝えしているので、興味ある方はねぜひ見てもらえたらなと。あとはZ8 8番買い時なのっていう話なんですけど、私は強く推してます。すごく買い時というか狙い目のカメラだよっていう風に思ってます。今でこそね ZF、Z52、Z63 あたりが出たから他にも選択肢出てますけど、当時はZ9 か8かみたいなねところだったんで、これから買うのはどうなのかっていう疑問が出てくると思います。もっと言うと Z8 ってもうキャッシュバックの対象にもなってるし、メモリーカードプレゼントキャンペーンの反則も打たれてるし、いよいよ好景気出るんじゃないっていうね心配もあると思います。私自身も心配というか Z8 の2型後継機 Z82、Z82 かっこ仮期待してます。どっちかっていうと出てほしいんですけども、Z9、Z9 ですね、フラグシップの、いわゆる DNA を受け継いでいるのが Z8 なんですね。 Z8 が出てくるとすれば後継機がですよ、おそらく Z92 ですね、 Z92 の後に出てくるだろうなって思ってます。だってここで急に Z92 の前に Z82 が出るって意味わかんないじゃないですか。どういうことってなるやん逆に Z82 でみんなが満足してしまったらですよ、いや Z9 いらんかなってなるでしょちゃうと、まずは Z92 をドンってフラグシップがニコンの、新章開拓みたいな感じで、もう次のミラーレスはニコンドーンみたいな感じで、はい80万です100万ですドカーン出してみんなが買うってなって、うわーって買うて、1年ぐらいフラグシップ買うた先行者有利っていうの、なんかその買った人が得する時間が1年間ぐらいあって、でそこから、Z92 買いたかったけど買えへんかった人にご用意しました
Z8-2 です。Z9-2 の多くの DNA を引き継いで、こんだけのことがこのサイズでできるようになりました。もちろんバッテリーはもう強いになりましたし、900g 切りましたよ、みたいなね。なんかそういうので出てきてくれるのが、多分綺麗なストーリーじゃないですか。じゃないと私は逆に取り乱すと思う。フラッグシップの先に8-2出さんといてよっていうところがあったりするので、多分ね、8-2 遅いと思います。だってまだ7-3あるでしょ。Z9、8、何 ?F63、52、52ってきて、7-3あるし、8-2の前には9-2があるんじゃないっていうところもあったりするので、おそらくもし最短で Z9-2 が今年25年の年末とかに出たとしたらですよ。早く出たとしたらね。まあ、8-2カッコ仮はそこから1年後で26年の年末とか。まあちょっとタイミング的に CP プラスの方が面白いやろうから、27年の春先夏頃かなって。なのでなんぼ早くても1年半ぐらいは空くんじゃないって思ってるんですよ、勝手にね。なのでそれがまあ Z9-2 フラグシップ機 Q2 がさらにそこから半年とか1年遅れると 8-2 もスライドして遅れていくと思うんですね。なので利用できる期間はなんぼ短く見積もっても Z8 って1年から1年半もしくは2年は現行機として使い続けれるだろうなって私は踏んでます。勝手な予想ですよ。ただこれが当てはまるのであれば Z8 発売直後に購入した私たちですね、購入した私たち組が約4年ほど使える形になるんですね。 Z8 綺麗ですやん。大体の Z シリーズ6通とか7通は結構サイクル早かったですけど、ここ最近のカメラって4年越し5年越しに出てくるのって Z シリーズもそんなもんじゃないですか。なので後継機が4年5年ってなると違和感ないし、他の Z シリーズのサイクル的にも分かるっていうね。でその後残り2年ぐらいが現行機として使える Z8 が8万円から10万円ほど、メモリーカードをお金に入れるってどうかなんかって話ですけど、結局カメラ買うたら出るお金やからね、出ていくお金やから、お金に入れたとして2年ぐらい Z8 を現行機として使えるのであれば、かなりお買い得なんじゃないのかなっていうふうには思っていたりもします。で、使い倒す前提ならありなんじゃないっていう話なんですけど、実は先ほどの考えって、いやジマさんなんか現行機使う前提やけどっていうところあったでしょ。1年半から2年って決めつけちゃってるけど、いやいや別に Z8-2 8-2が出た後でも買った8は使えるんですよ。別にその時点でなんか急に画面電源入れたらこれは現行機ではありません、旧製品です、ロックしましたみたいな感じでカメラ使えへんなるとか、なんかそういうライセンス制ではないんですよ。なので使い倒すんであればいつ買うても買い時なんじゃないっていう。Z8 はね X-Speed 7世代目かつ高画素で連写に強いカメラです。先日のね動画でもZ5-2 とかもめちゃくちゃいいとは思うけど、やっぱ Z8-9 のこのナンバリングの壁っていうのは結構あるよっていうのはねお伝えさせていただいて、正直バッテリーライフバッテリーの持ちすぐ電池切れやすいのでそこだけは気にはなります。他の機種が結構持つんでね。なのでそこだけ気になりますけども、Z8-2 が登場しても継続して使い続けることができるカメラなのは確実です。でもっと言うと Z8 とか9ってねメカシャッターレスなんですよ。でこのカメラってシャッター機構ってガシャンガシャンしてなんぼ頑丈やったとしても内部はやっぱ消耗品やったりするんですね、カメラって。なのでグリップ部とかが劣化していって剥げちゃうとかはあるやろうけども、そのメカシャッターの部分ガシャンする部分がなくなっているので、そもそも消耗品として壊れやすい部分、交換すべき部分っていうのがそもそもないんですよ。
まあ私時々これ高速スキャン機言うてるんですけど、もうデータ読み、現実世界をレンズ越しでデータとして読み取ってるだけっていう、シャッターでガシャーンもする感覚もあらへんから、まあね、振動があらへんっていうところがあったりするんですけども、まあセンサーシールドが可動式なんで、このイメージセンサーを守るね、センサーシールドっていうのはカシャって降りてくるんで、あれはまあ可動式なんですけど、まああれは別にカウントしなければですね、もうオフにしとったらええしっていうところがあるんです。私はオンにしてますよ。センサー守りたいんでね。なのでまあ破損とか消耗する要素は極めて少ない。言い方を変えると、普通に使ってりゃそうそう壊せないカメラになっているというところがありますので、まあ別に Z8-2 が2年後に出たとても、まあ使い続けたらええやんっていうだけの話になってます。で、こういった Z8 を含めてですね、ちなみにですね、こういった Z8 を含めたフルサイズのカメラを2週間レンタルで借りていろいろ試せるイベント、ワークショップっていうものを、この6月末かな、1ヶ月後ぐらいに予定しています。メリケンギャラリーさんっていうね、神戸のところのワークショップで、いつもね、毎年、大体夏と、冬ぐらいに、いろいろ私もスタッフの一人として参加させていただいているニコンさんがね協力してくださっているイベントがあるんですけども、そちらで今回私ジマチューブ出張版当チャンネル出張する形で写真ステップアップの思考法憧れのフルサイズ with ニコンという形でねワークショップまだね枠空いてるっていう風に今日運営さんと連絡させていただいて、今日ワークショップの話ちょっと宣伝しても枠いっぱいやったらちょっと気まずいんやけど枠まだありますまだありますよっていう形だったんで、興味ある方ねぜひ参加してください。Z86352ZF 7通はX スピードの7世代目ではないのでちょっとスキップさせてもらって、で52はって言われると私フルサイズで今回セミナーするので 86352F の中から1台2週間お貸しです2週間お貸しですよ。すごないですか？ニコンさんが協力してくださっているので機材はニコンさんが用意してくれています。神戸のねメリケンギャラリーでニコンクリエイターズですね。ニコンクリエイターズってよくあるでしょ。ニコンクリエイターズ in メリケンギャラリー&カフェっていうところで、開催しますよと。フルサイズの、人気のシリーズとしてね Z86352ZF の中からお好きな1台、別に8じゃなくてもいいですよ。63とか52とか ZF とかね、実際自分が買う予定してんねん、でも実際試してみんと高い買い物やから不安やねんっていう方はぜひこちらからね、1台お借りしてもらうのはいいかなと。でセミナーではね座学1時間半します。これがっつり1日拘束のセミナーなので覚悟しとってくださいね。はじめ頭1時間半ぐらい、セミナー座学で私がお伝えさせていただきます。カメラの選び方とか写真撮るときはこういうこと意識した方がいいよとか、各カメラの設定はこうしてると楽だよみたいなお話をさせていただきます。ジマチューブ出張版なんで当チャンネルでジマチューブでいつもねお話ししているような内容の中のフルサイズに特にフォーカスした内容です。でいろいろお話しさせていただいて、間11時半ぐらいからね1時ぐらいまで1時間半、移動含めてなんですけどお昼休憩、私ちょっとお昼いただきます。抜けます。でその間に皆さんもお昼休憩兼移動という形でちょっとね近くの突堤の部分ですね、海の突堤ってあるでしょ。海の出っ張ってる部分、船とかがつくような場所、その部分で集合して、そこから1時間ぐらいかな、撮影をします。で私はどちらかというと場所固定で待ってます。で皆さんが自由にわーって撮影して楽しんでいろいろフォトウォーク的な感じで、各個人でばらけるとは思いますけどいろいろ撮影してもうて、でそれをたまに、気になる方は私のところに来てもうて、これ撮ってみたけどどう思うとかどうしようかみたいな話をしてもらったら、私やったらこう撮るよとお話しするし、もう特にジマさんの話ええよって方はもう自由にいろいろ撮ってもらって撮影ね楽しんでもらえたらいいかなと。でその後1時間半ぐらいしたら教室の方に午前の座学したワークショップの教室に戻って、A3 でアメリカンギャラリーさん工房っていうかギャラリーさんなので写真とかめちゃくちゃ印刷きれいにしてくれるところなんで A3 サイズでプリントして持って帰っていただけます。もうこれだけで数千の価値あるんですけどねっていうところがあって持って帰っていただきます。でカメラも持って帰れるよというところになっているので、
例えばこんな方におすすめで、これからフルサイズのね購入考えられてる方、実物触れてで私から直接お話しさせていただいて、選びたいわって方であったりとか、すでにフルサイズ機をお持ちで最新のカメラに興味あるよとかね、今すでにフルサイズ持ってんねんけど XP の7世代目ではないからちょっと興味あるよとか、あとは今までねコンパクトカメラとかスマートフォンとか APS-C だけやったんやけど、ちょっと新しいカメラ、大きいカメラ本格的に楽しみたいわって方はぜひ受講していただけるといいかなと。6月21日の10時から16時、がっつりありますね。私も体力勝負なんで頑張ろうと思います。参加費6600円です。6600円で A3 で自分の写真印刷してくれて、2週間カメラ借りれて、しかもフルサイズっていう風に考えるとめちゃくちゃいいですよね。定員は10名様でまだ余裕があると。1ヶ月後やからねっていうところがありますので。内容としては21日に午前10時おはようございますで座学が始まります。で11時半までいろいろお話しさせていただいて、11時半解散で13時に集合です。その間お昼休憩ですね。で13時から15時の2時間ですね、皆さんいろいろお写真撮ってもらって、で15時ぐらいには会場に戻りますよと、座学のね教室に戻って A3プリントしてくれるので、その時に自分で印刷してもらいたい写真選びつつね、なんかレーティングで星つけたりロックマークつけてもらって提出してもらって、で待ってる間にいろいろお話ししつつ A3 のプリントが届いたらよかったね解散、じゃあカメラ楽しんでねっていうので持って帰って2週間楽しんでもらうよという流れになります。座学の内容としてはフルサイズ機の凄さ魅力を学びましょう、最新カメラの進化ポイントを学ぼうよ、3つ目カメラとレンズの選び方を学ぼうみたいな内容ですね。で、カメラの返却自体は元町商店街のね勝見堂さんっていうね商店街のカメラ屋さんがあるんですよ。でそちらに持って行ってもらったら2週間借りてたもんですって渡してもらって、その時にアンケートでどう思いましたとか楽しかったですかみたいなこと答えてもうて、アンケート答えてもうたら OK という形になります。でこの時に不足してる分があったらもう買い取りになっちゃう。なんでかってその場でもう勝見堂さん受け取ったらニコンさんにバーンと送り返すからね、東京に送り返すので、なかったらその分お買い上げで足して、返却になりますので、ちゃんと中身忘れないようにねしてもらったらなというところです。あとはね、ご写真撮影された分後日私から YouTube の限定公開とチャンネルではなくてメリケンギャラリーさんのチャンネルの方で私が出張という形で出て撮影されたお写真にいろいろお話しさせていただきます。でカメラ自体これニコンさんがね協力してくださっているので、2週間貸し出しは 82470-28S がくっつきます。で Z6-3、24120の F4S ですね。レンズキットですわ。で Z52 は2450のレンズか24200の高倍率ズームのどっちかで、 ZF は40の F2 のスペシャルエディションのどれかです。で Z8 は今回お話ししているように SD じゃなくて、CF エクスプレスタイプ B です。2つ目のスロットは SD なんですけど、CF エクスプレスタイプ B が希望されている方はニコンさん用意してくれるって形なので、2週間レンタルに含めることができるので、申し込みの時に CF エクスプレスタイプ B も借りたいですって言ってもらえたらなと。でこれちょっと私お願いしたんです、ニコンさんに。レンズキットだけやったら飽きちゃうってそんな言い方はしてないけど、他にもレンズあった方が面白いかなって。持ち帰ることはできないんですけど、当日実際単焦点ってこんなんなんやって試してもらうために12シリーズと14シリーズと18シリーズです。私がいつもこの当チャンネルでお話ししてますね。35mm の 1.2 の S ライン、めっちゃ新しいねレンズで、50の 1.2 の S ラインで、85の 1.2 の S ラインで、3550の 1.4 の無印のねレンズと 1.8 シリーズの355085です。で8が入ってるので、超望遠1本ぐらいあった方がええんちゃいますかっていうところで100-400のね、レンズっていうものを予定しております。ただこれね、翌週のセミナーのところにもスライドで持っていくので、もしかしたらレンズね、バッティングした時に一部ないんですっていうものがあるかもしれないんですけど、一応用意はしていただけるという形になっていると。なので数に限りがあるので、100-400に集中するとかね、35の12に集中するとかね、なるとちょっとなんかいろいろみんなで譲り合ってもらって試してもらうっていう感じにはなるかな。
で、持ち物はまあカメラ、大きいね、ものを持って帰るんで、カメラバッグとか。で、SD カードの人たちは SD カード持ってきてくださいっていうのと、あとはその証明書、身分証明書ですね。やっぱ20万とか60万のやつ2週間借りるんで、ちゃんとその辺は事務局の方、私が何かするってわけではなくて、事務局の方との手続き上でいるよと。で、座学があるから筆記用具で、6月末やからね、もしかしたら雨降るかも、梅雨時期かもしれへんから、まあ、傘とか持ってきてね。あと撮影があれやから、スニーカーとか動きやすい靴ではいいよって。で、メリケンギャラリーさんのアンドカフェっていうところで、まあ、メリケンパークの、ポートタウンの近くになったりします。まあ、お支払い方法とか、このあたりは事務的な手続きなので、興味ある方の概要欄、コメント欄かな、申し込みのページ貼っておきます。で、メリケンギャラリーさんが主催。で、私はタレントで出張するタレント講師タレント YouTuber みたいな感じでいきます。で、協賛がニコンさん。で、協力が勝御堂さん。なので、ニコンさんが機材用意してくれて、協賛してくれて、協力は勝御堂さんが返却窓口になってくれてるよっていう形になってますので、ぜひね、このイベントもありますので、まあ、Z8 だけではないんですけど、まあいろいろね、興味ある方は参加していただくといいかなと思います。ちゃっかりと最後にセミナーのね、お話をさせていただいているんですけど、後書きとしては、まあ、登場から2年ほど経過している、まあ、Z8、まあ、メモリーカードプレゼントキャンペーンという形でさらなるね、まあ、販促活動が開始されていると。で、Z8 をすでに購入している方は、Z8 ってほんまにカメラやなって、私含めね、買ってよかったなって思ってる方は多いと思います。まあ、中には Z52 を Z8 のサブ機として買うて Z52 ばっか持ち出してますみたいな方もねおったりします。まあそれはそれでいいじゃないですか。 Z52 買ったからね。でもやっぱゴリゴリの撮影の時は Z8 持っていくでしょみたいなねところがあったりするので、ご自身のね買い物によかった、買い物したって思ってもらえたらいいと思うし、今回の内容が Z8、Z8 を気にはなってるけど今買うのってどうなんやろうって悩まれてる方のちょっとね背中を押す購入のなんかアドバイスというか参考になればね嬉しいかなと思いますので、ぜひこの動画を参考に Z8 の購入を検討していただくのがいいかなと思います。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日はショート動画挟んで毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また写真集作ってます。今ボリューム5印刷かけておりまして、手元には1、2、3、4がございます。興味ある方ぜひね、写真集購入していただけると嬉しいです。あとはオンラインサロンですね、ジマチューブコミュニティ運営しておりますので、興味ある方はね、ご加入いただいて、毎日こうカメラとか写真に関する話をしつつ、月に1本皆さんが投稿いただいているお写真に対するフィードバック動画からの半年に1回、今回6月末ですけど合同写真展、先ほどのねワークショップの延長上であります。同じ会場のなんていうの、真ん中のちょっと広間を挟んだ反対側の教室で公募展やってますので、そちらに一緒に出ませんかっていうねお誘いであったりとか、オンラインサロンジマチューブコミュニティもご加入いただけると嬉しいかなと。写真集は jimatube.com/store STORE ですね。で、サロンは jimatube.com/saron ですね。SALON でアクセスしていただけるとウェブページ表示されますので、チェックしていただけると嬉しいです。こんなところかな。ぜひね、ワークショップは数多くの方からご予約いただいていると、運営さんからね、定期的にご連絡いただいててよかったって思ってるんですけど、また、ワークショップでお会いできる皆様、ぜひね、頑張って今資料作っておりますので、当日よろしくお願いいたします。で、いつもね、いや、神戸遠い遠い遠い、関西遠い遠いって方はね、このジマチューブ、YouTube 越しで、動画をね、ご視聴いただいていることを本当にありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。